しじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。なお、本動画は以前に紹介した内容を、ポリメガのファームウェアバージョン 1.131 に合わせて修正、加筆した内容となるので、そのつもりで視聴いただきたい。今回のテーマは、セーブデータ関連じゃ。まず、覚えておきたいのは、現時点のポリメガでは、カートリッジ内のセーブデータはインストールできないということじゃ。この点はセーブデータをインストールしたり、逆にカートリッジにコピーしたりできるレトロフリークと違うところじゃな。RPG などで最大レベルまで育てたキャラデータとかを移行することはできない。また最初からプレイしないといけないのじゃ。そういう意味では、レトロフリークと使い分けていくのも良いと思うのじゃ。ただ、任天堂64だけは少し違っていて、カートリッジのセーブデータをインストールすること自体はできないのじゃが、コントローラパックのデータを移行することはできる。これについては、後ほど詳しく説明するのじゃ。CD 系のゲームのセーブデータについても、現時点では実機から移行することはできない。内蔵メモリーはもちろん無理じゃが、プレイステーションのメモリーカードやセガサターンのパワーメモリーのようなバイブメモリーについても、ポリメガには差し込むスロットもないので対応していない。ただし、PS3 用に発売されていた USB 式のメモリーカードアダプタについては、ベータテストの頃から将来的には対応予定と公式が言っていたので、もしかしたらプレイステーションのセーブデータは移行できるようになるかもしれないな。さて、そうなると CD 系ゲームのセーブデータはポリメガではどういう管理になっているのか。それを分かりやすく説明したのがこの図じゃ。サターンやメガ CD、CD ロムロムやネオジオ CD など内蔵メモリがあるゲーム機は、ゲームソフト1タイトルにつき、本体1台分の内蔵メモリが専用で割り当てられている状態になっている。プレステの場合だけ少し違っていて、スロット1とスロット2にメモリーカードが刺さった状態として、ゲームソフト1タイトルにつき、メモリーカード2枚分が専用で割り当てられている状態じゃ。なので、たくさんゲームがあるとセーブする容量が足りなくなるのではという心配はあまり必要ないので安心するのじゃ。ただ、問題点としては、パワーメモリーや点の声バンクなど、バイブメモリーにあたるものがないということじゃ。このため、一部のセーブデータが大きいゲームは一つしか保存ができなかったり、バイブメモリーがないとセーブできないゲームなどは、セーブ自体ができないということが発生するのじゃ。ある程度はステートセーブで代用はできるが、リプレイ保存など本体メモリーに収まらないようなセーブデータは、今のところはどうにもならない状況じゃ。各ゲームのセーブデータについては、ゲーム内の管理機能から消すことができるほか、ポリメガ上でも簡易的な管理メニューがある。コレクションからゲームを選んで、紹介文などが表示される画面で、さらに方向キーの下を押すと、セーブしている場合は、バーチャルメモリーカードという表記でセーブデータが表示される。これはセガサターンやネオジオ CD、メガ CD などでも同じ、バーチャルメモリーカードという表示じゃ。実際のメモリーカードではなく、あくまでデータ上で作られた仮想的なメモリーカードということじゃな。セーブデータの内容も表示されるし、ここで削除することもできるのじゃ。ゲーム内にセーブデータの管理機能がなくて削除ができない場合は、ここから削除すると良い。
もう一つの問題は他のゲームのセーブデータを参照する場合じゃ。これはほぼセガサターンとプレイステーションのゲームに限った話じゃな。例えばアークザラットや幻想水湖伝などのように2をプレイする場合に前作のデータを引き継ぐことができるというゲームはどうなるのかということじゃ。結論から言うと対応している。ただ公式側で個別にデータベースの紐付けを行うという形での対応じゃ。そのため公式が把握していない連動があるゲームは対応していないのじゃ。ただ対応しているかどうか見分ける方法もあるので紹介するのじゃよ。一例としてセガサターンのスーパーロボット対戦 F とスーパーロボット対戦 F 貫徹編を取り上げてみる。これは F のセーブデータを F 貫徹編にコンバートできるというのがもともとのゲームの仕様じゃな。ポリメガのメニューからスーパーロボット対戦 F のセーブデータを見てみると上部の表記だ共有仮想メモリーカードとなっている。この表示になっている場合セーブデータを共有する他のゲームがあるということになる。ちなみに他のセーブデータの共有がないゲームの場合はこのようにバーチャルメモリーカードという表記なのじゃ。では F のセーブデータがあることを確認して F 完結編を見てみる。こちらも表記は共有仮想メモリーカードとなっており先ほどの F のセーブデータが表示されているのじゃ。この状態であれば実際にゲームを始めた後に F のセーブデータを使って F 完結編をプレイすることが可能じゃ。セーブデータの連動ができるかどうか心配な場合はこの方法で確認すると良いのじゃ。もちろん複数枚組のゲームについてはすでにデータベース内での紐付けができているので問題ないのじゃよ。ファイナルファンタジー7の1枚目と2枚目でメモリーカードが共有できないということはないので安心するのじゃ。ちなみにアーマードコアプロジェクトファンタズマは連動に対応しているがマスター・オブ・アリーナは対応していない。この通り共有仮想メモリーカードが表示されないのじゃ。もともとはマスター・オブ・アリーナもアーマードコアのデータが使えるはずなんじゃが残念じゃ。他にもセガサターンのシャイニング・フォース3もシナリオ1から3でデータ連動しているのじゃが前述した通りサターンの場合は内蔵メモリを共有しているので3作品で1つの内蔵メモリを使うことになる。そうなると容量が足りず2作品分しかシナリオデータが保存できないという問題があるのじゃよ。また共有できるのはどうやら1つのタイトルのセーブデータのみのようでメタルギアソリッドのサイコマンティス戦のような複数のセーブデータを参照することもできないようじゃ。セーブデータの連携についてはポリメガの売りでもあるデータベース上の紐付けとの関連が大きく影響するためユーザー側の自由度が低くこういう少し不便な状態になっている。後述するが後から対応した任天堂64のセーブデータ管理の仕様だとこういった問題もかなり解消されている。今後のアップデートで任天堂64と同じようなセーブデータの管理方法に変更されることに期待するのじゃよ。あとプレイステーションについてはステートセーブ&ロードを使うと高確率でメモリーカードのセーブデータが消えるという不具合がある。そのためプレイステーションのゲームについてはこまめなステートセーブが必須じゃ。これもいい加減なんとか修正してほしいのじゃよ。後から対応したゲーム機だけあって同じくセーブデータを外部に持つセガサターンやプレイステーションと比べてかなり進化した機能が用意されているのじゃ。
今までは自動的に各ゲーム別に一つずつ作られてしまうだけだったバーチャルメモリーカードじゃが、任天堂64はバーチャルコントローラパックとしてゲームと関係なく自由に作成、削除、複製することができるようになった。しかも作成したバーチャルコントローラパックは実際のパックと同じ感覚でゲーム中に自由に差し替えて読み込ませることができる。これによってセガサターンやプレイステーションのようなデータを連動させるための紐付けなどは不要になったのじゃ。バーチャルコントローラパックも内蔵ストレージに余裕がある限りはいくらでも作成できるので、セーブデータの容量が足りなくなるという心配もしなくてよいのじゃよ。では実際にバーチャルコントローラパックの管理画面を見てみるのじゃ。システムメニューから設定画面に行き、ゲーム機設定を選ぶ N64 設定というのがあるので、これを選択し、さらにコントローラパック管理を選択じゃ。この画面でスタートボタンを押すことで新規にバーチャルコントローラパックを作成することができる。漢字は使えないが名前を付けることも可能じゃ。作成したコントローラパックのデータ内容を確認したり、後から名前を変更したりできるのも便利でよいな。もちろん削除やパック自体をコピーすることもできるのじゃ。さらにモジュールの標準コントローラに実機のコントローラパックが差し込めるスロットがついていることにも注目じゃ。つまり任天堂64実機の物理コントローラパックのデータを取り込んだり、逆にバーチャルコントローラパックの内容を物理コントローラパックにコピーすることもできる。実機でプレイしていた時のセーブデータを取り込んで、その続きをポリメガでプレイしつつ、進めたセーブデータをまた実機で使うこともできるわけじゃな。まさにこれぞ互換機という機能で素晴らしい。実際に使用するときはこんな感じじゃ。ゲームを立ち上げた後、プレイメニューのコンソールからコントローラを選ぶと、コントローラパック管理画面に飛ぶので、そこで使いたいコントローラパックを選べばよい。もちろん、新規で作成してそのまま選択することも可能じゃ。注意しておきたいのは、物理コントローラパックのデータを直接ゲームで使うことはできないということじゃ。あくまでゲーム中にセットできるのはバーチャルコントローラパックのデータなので、物理コントローラパックのデータを使いたい場合は、あらかじめバーチャルコントローラパックにコピーしておく必要がある。ちなみに、パックの中の個別のセーブデータ単位で削除やコピーはできず、すべてパック単位での操作となる。物理コントローラパックのデータ取り込みについても同様で、あくまでパックを丸ごとコピーする形になるので注意じゃ。まあ、この辺は今後アップデートでセーブデータ単位での操作もできると良いな。もう一つ、任天堂64には 64GB パックという周辺機器を使ってゲームボーイおよびゲームボーイカラーのゲームと連動する機能があった。有名なところだとポケモンスタジアムでゲームボーイで育てたポケモンをポケモンスタジアムで戦わせることや図鑑データの参照とかができたのじゃ。
ポリメガもこのゲームボーイおよびゲームボーイカラーとの連動機能に対応しており、ゲームボーイやゲームボーイカラーのゲームをセーブデータごとインストールすることで、個別に64のタイトルに適用することができる。詳しいことはウルトラモジュールの動画で紹介しているので、そちらを見ていただきたい。ポイントとしては、ここではゲームボーイのソフトとそのセーブデータの両方をインストールすることができる。とはいえ、現状ポリメガはゲームボーイには対応していないので、インストールしたゲームを遊ぶことはできない。あくまでセーブデータを Nintendo64 のタイトルと連動して使えるだけじゃ。ただ、セーブ機能がないゲームもインストールできてしまうのが不思議じゃな。ゲームボーイやゲームボーイカラーに対応したポリメガ独自のエミュレーターを開発中という話もあるので、将来的にはポリメガ上でプレイできるようになると嬉しいのじゃよ。それでは今回のまとめじゃ。カートリッジのセーブデータをインストールしたり、セーブデータを実際のカートリッジにコピーすることはできない。CD 系のセーブデータはゲーム1タイトルにつき本体の内蔵メモリ分の容量が割り当てられている。前作など他のゲームのセーブデータとの連動も基本的には対応しているが、していないゲームもある。Nintendo64 については、バーチャルコントローラパックとして、自由にメモリーカードを作成しゲームにセットすることができたり、物理コントローラパックとデータのやり取りも可能。Nintendo64 は 64GB パックを使ってゲームボーイのゲームやセーブデータをインストールすることができる。セーブデータについては、セガサターンやプレステも Nintendo64 と同じ仕様になることを切に願うのじゃよ。今後のポリメガのさらなる進化、アップデートに期待じゃな。というわけで、今回はここまでじゃ。ポリメガの実際の機能や使い方について、聞いてみたいことや知りたいことがあれば、コメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。では、次回もよろしくな。